今回は俺とお前のシリーズスピンサーブです。スピンサーブを打ちたいって思ってる視聴者の方たくさんいると思うんですよ。自分がボールの下に入ればいいわけ。皆さんこんにちは、小野田道久です。今回は俺とお前のシリーズサービス編スピンサーブです。今日も高尾プロと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは握り方。はい、やってみましょう。握りは僕はスライスサーブもちょっと回転量の少ないね、俗に言うフラット系のサーブだとしても変わらないです。コンチネンタルグリップよりも若干薄めに持ってます。それは僕も同じかな。やっぱりあんまり変わんないっていうことがね、いいいや大事です。だって条件でもありますよね。ここで構えた時にスライスサーブはこれです、スピンサーブはこれです、フラットサーブはこれですってバレちゃいますから。それは相手にバレちゃわないように同じグリップでやることがちょっと重要ですよね。こういうふうにね。スピンサーブってなると多分セカンドサーブで使う方が結構多いのと、プロでももちろんねクレーコートとか行けばファーストサーブからスピン系のサーブを打って相手のバックの高いところを打たせたいという意味合いがあるので、スライスサーブもそうですけどスピンサーブを打ちたいって思ってる視聴者の方たくさんいると思うんですよ。この番組でもいろいろやりましたけれども、やっぱりプロのスピンサーブが見たいということで、ちょっと実践やってみましょうか。そうですね。打ち出しはどうですか、上の方に打つのか、それともあんまりこう高さを出さないで前に行く出力を強くするのか、どっちがですか？両方欲しいんですよ。究極はやっぱり高さを自分が打つところからのいわゆる落下する角度があればもちろん高く弾むし、でもそれだけだと弾むだけで相手はもう予測してドンと打たれちゃうから、ある程度のスピードは欲しいので、両方ですね。上に行く力も欲しいけどもある程度前への推進力っていうのも両方欲しいです。スピンだけでかけようとすると、ここがこう小さくなるから、それと下からの蹴り上げでパワーを出していくっていう感じですよね。ちょっとトスを左に上げて、こうアーチを描く、そういうイメージを僕は持っています。ちょっとスピンが強いかな、自分の中では。やっぱトスを上げる位置あるじゃないですか。やっぱこう立ってる時に構えた時に自分の左側って思ってしまうと自分の体がぐっと打ちに行く時に中に入ると思うんですよ。そうすると思ってる以上に左に上がりすぎて打ちにくい可能性もある。結構一般の方がもうトスは左ってなっちゃう。そうだから自分が動くことを考えたらスライスサーブとそんなに変わらないトスでも自分がボールの下に入ればいいわけでしょ。この場所自分に対してボールが左じゃなくてボールは少し右でも自分がぐっと下に入ればそこから自然に下から上へのスイングが出来上がると僕は思うので。なるほどなるほど。僕はちょっとステップインするからあれですけど、しない人でもこの場所でただこうやってスピンって打たないと思う。できれば前にスッグッと入るイメージでボールの少し下に入り込めばトスがこうやって左じゃなくてスライスでも自分が動いて打てばいい。そうするとスピン相手にも分かりづらいと思うし、僕はやっぱ左にこうやって上げちゃう分自分がこう足固定して後ろ上げてガーってこうやって打つタイプだったんで、そうするとこうやって構えてる時点で相手にバレちゃうってことですよね。そうですね。回り込まれちゃうから、ここはスライスのトスで自分がそれでも十分だと思うんですよね。なるほどなるほど。それすることができれば体重がしっかり行きたい方向に打ち終わった後もこの中にしっかり踏み込んでいけますもんね。いけます。それか。そういうイメージを持っても僕はスピンサーブはいいのかなと思う。球が乗る感じがやっぱする。そうやっぱ
縦の回転っていうんですか、こう相手のリターンの方向への強い推進力がないとやっぱ意味がない、スピンサーブは。ガッて当たった時のこう、乗ってる時間、接着の時間が長ければ長いほど、うわーコントロールがいいっていう、今そんな感じがします。そうですね。やっぱ相手のラケットを弾く、いわゆる振り遅れさせて、やっぱこのバックサイドで言えば、いわゆる相手のバックに打たせて右側にボールを飛ばしたいんですよ。振り遅れるってことはそういうことだから。そうでこっち側に来たボールをフォアで決めるとかボレーで決めるっていうのがこのスピンサーブの意味合いがあるから、やっぱり相手への方向にしっかりグッとこう飛んでいくっていうのが大事になると思うね。スピンをかけすぎちゃうとコントロール性能も悪いし、ネットにかかる回数がやっぱ多いんですよ。でかけようと思ってこうやって大事なポイントで、ちょっと30、40ブレイクされたらどうしようかなって思って力むと結局はってやってネット届かない、もうこれがほとんどだったんですよ。だから構えた時のそのイメージとかそういうのが結構その脳が誘導してっちゃうんですよね。悪いイメージだなってこうやって構えるとってミスしちゃうから、なんかそういうイメージをなくすためにも球がこう乗ってるイメージがこうあれば大事なポイントでもボールがしっかりいくっていう、そこはちょっと僕の昔の課題だったんですよね。スピンをかけすぎないっていう。このね、なんていうかな、やっぱ左側に上げたらスピンがかかると思ってる方はそれは間違いではないです。ただし左側に上げちゃうと体を傾かせる。でこの反るんですよ。反るというか傾いちゃうんだね。傾いたものを戻す筋力と戻すだけの脚力がやっぱりある程度あればできるかもしれない。でもそうじゃなかったらやめた方がいい。難しくなりますよね。変なし右に上げても縦がかかればこれスピンサーブなの。結局はもう高ささえこれ出せればこれスピンサーブ。スピンサーブというのはその高さがもう必要になるから。なので変にねトスはね僕は左に上げようとはねしない方がいいと思うな。右側で自分が入っていく、自分がグッと中に入るっていう。スピンサーブでもやっぱり威力がそう必要、絶対必要。そうすると次のショットにやっぱりこう移行しやすいね。今スピンサーブでもバウンドして向こうの壁までノーバウンドでいくんですよ。キックサーブはバウンドして上がるから向こうの壁までは一回ポトンってこうやって落ちるんですけど、高尾プロのサーブはキックサーブのバウンドしたら向こうの壁はノーバウンドでいくんですけど、その横に跳ねるを強くするっていうんであればもっとこの自分の後ろの方に上げた方がいいかもしれないけど、ちょっとねやっぱコントロールがね難しい。なるほどなるほど。僕やっぱスピン量がどうしてもやっぱ強い、視聴者の方は多分僕みたいなタイプが皆さん大体だと思うんですよ。だからスピンをかけたい、回転回転って言ってこうやって後ろがこうやってやるタイプ。負担がやっぱ腰とかやっぱ背中がやっぱりどうしても痛くなっちゃうんですね。腕だけの腕力だけでこうやってやるから、そう向こうまでいかないんですよ。小野田プロの方が横には動くんですよ。前にいわゆる右側に少しボールがこう動く量は多いです。もしね視聴者の方にもの中でいやボールをもっと横に動かしたいっていう意図があるんだったら、小野田プロの打ち方の方がいいと思います。ただちょっと推進力がもうちょっと欲しいなっていうんであれば僕が言ったようにトスに対して自分が中に入るから大丈夫って思った方がいい。前に行く推進力を出すっていう、もう少しこう浅く入れたいとかっていう時は強めに回転をして、そうですね、こういうふうに、ちょっとリスクは高いショットでもあるんですけども、こういうショットと、高尾プロが言ったみたいに前にこう行く。僕はねその中でやっぱサーブ&ボレーをするっていうこともある中で編み出したものでもあるので、ナイスサーブです。なるほどなるほど。いいんじゃないですかね。ちょっとこのコツさえやれば、当てるところはねスライスサーブでもお伝えしましたけど、これは内側です。内側に当てた方がいいです。ただスライスサーブがラケットの感覚的にこれぐらい立ってる少し斜めに立ってるとしたら、スピンサーブがちょっと寝てる時に当たってれば当たってから上に行くっていうイメージを持った方がいい。だからトップで
視聴者の方多分トップでボールを取れって多分いろんなコーチに高いところでね。ボールは我々はボールをラケットが一番トップに行く前に当たるんです。当たってからトップに行くんです。だから最高点がボールより後に来るっていう。まあここの理解は多分皆さん間違えてると思う。一番トップで取るってここが最高点になっちゃって、あとラケットダウンさせるだけじゃなくて、当たってから最高点を迎えてダウンしていくって、そういうイメージですよね。だから当たるところあるじゃないですか。これがもっと上なんですけど、当たってからちょっとでいいから上に行けばいい、ボールが。でも高いところで取ると当たってから上に行くってことは多分できないと思うね。高いところで取っちゃうと当たったところからそのまままっすぐかちょっと下に行く可能性あるから、だったらもうちょっと低い打点でもいいから当たりました、グッと上に上がれば到達点はもっと上に行くと思う。僕ら背が高くないから2メーターとかあったら、これね不思議な話、2メーターある人がスピンサーブ打ったらフォルトするんですよ。入んないんですよ、上に打っちゃうから。高すぎてね。だからカロビッチとかイズナーは角度があるから跳ねるんであって、彼らはスピンサーブを打ったらフォルトしちゃう。それは残念なんです。だから僕らの特権なんですよ、このねスピンサーブっていうのは。はい。まあちょっと今やったテクニック、ちょっと高度な技ではあるんですけれども、絶対に習得しないとスピンサーブ良くならないですから、まあ視聴者の方々ちょっとこれを練習イメージ、まあ見てるだけだとちょっとなかなかね上達できないんですけど、コートに入ってこの動画を見てもらって何回も練習してもらえたらと思います。ですね。はい。タコプロありがとうございました。こちらこそありがとうございました。スタテに。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!